こんにちは。今日はニューヨークからお届けします。ニューヨークのセントラルパークの西南にあるヘルズキッチンというエリアにあるアパートに来ています。この地域はニューヨーク最近賃貸のマンション部屋が値段がなかなか高騰していて高いんですけれども、このヘルズキッチンのあたりは若干安めかなということで見に来ました。今日見るのは同じ経営の2棟建っているマンションで A 棟と B 棟です。でこの A 棟は15階に位置しています。お風呂の使用とか洗面台とかトイレの使用は A 棟も B 棟もほぼ多分全室一緒なんじゃないかなと思っています。この部屋は 1.5 ベッドルームということで、ベッドルームが1つあって、もう1つベッドルームにしては少し小さめの部屋があります。書斎とかに使える、スタディとかに使える部屋です。これが小さめの書斎、スタディのような部屋ですね。すごい綺麗な景色で感動しました。ベッドルームとしても十分使えるなと思いました。こちらがキッチンです。キッチンの仕様もほぼ A 棟 B 棟全室一緒なのではないかなと思いました。これがリビングルームです。角がガラスの窓になっていて15階ということでなかなか景色もよく、アパートの位置によっては右側にハドソンリバーが見ることができます。こちらがベッドルームです。収納クローゼットは割と小さめで、あんまり高級な仕様ではないかなと思いました。これがベッドルームからの景色です。光もちゃんと差し込んでいい部屋です。キッチンもシンクもなかなか広くて収納も結構たくさんあります。割と収納は仕様がレベルがそんなに高くないんですけれども、ちゃんとコンロは全部ガスで火がつくもので、食洗機もちゃんとついているのがアメリカスタイルだなと思いました。これがこの A 棟の屋上にあるルーフテラスです。住民は自由に出入りすることができます。
リラクゼーションルームだったかな。人と交流するようなキッチンのついた部屋です。こちらがジムになります。ジムはかなりマシーンの精度も高くて羨ましいなと思いました。広々使えるジムです。そしてこちらが A 棟のロビーで、正面にあるのが B 棟の方になります。今日は B 棟の9階の部屋を見に行きます。これがエレベーターですね。こちらが9階の廊下になります。部屋に入りました。こっちはワンベッドルームなので、先ほど見たものよりも全然小さいんですけれども、9階でマンションのロケーションもあったので光があんまり差し込まないちょっと暗めの部屋でした。この奥にあった部屋はなぜかこんな謎の物置になってました。部屋自体はすごい結構割と小さめなんですけど、収納めちゃくちゃあります。これが B 棟のジムになります。こっちが B 棟の屋上にあるルフテラスになります。A 棟と同じようにかなり綺麗な景色でした。A 棟と B 棟のアメニティ、こういうジムとかルフテラスっていうのはお金を払えばどちらも自由に行き来することができるそうです。こちらが人と集まってちょっと集会を開いたりできるようなキッチン付きの部屋になります。ルフテラスの最上階の隣にあるということで、かなり綺麗な景色ですね。ハドソンリバーは見えなかったんですけれども、中心地の方が見えます。